おはようございます。ミントです。リナです。8月16日日曜日、海外テックニュースです。今朝は4本です。トップは AI が作った文章や画像の透かしをめぐるアンソロピックと Google それぞれの取り組みです。今朝は AI の透かしをめぐる2つの取り組み、モデルの普及の数字、電力の需要の数字です。順にお伝えします。アンソロピックが14日、公式ブログで発表しました。アンソロピックによると、今後のクロードモデルの文章には標準で透かしが入ります。既存のモデルにも数ヶ月かけて順次広げる予定だとしています。仕組みは単語を選ぶ際の乱数の元になる値を鍵と直前の数語で決める方式です。土台にしているのは Google、DeepMind が開発した技術です。シンス ID、テキストという方式だとしています。EU の AI 生成コンテンツの透明性に関する行動規範への対応だとしています。この規範には7月に署名したとしています。署名者はアンソロピックによるとおよそ190に上ります。透かしからわかるのはどこまでなんですか？クロードが生成や編集に関わった可能性までとアンソロピックは説明しています。利用者や組織、会話の中身を特定することはできないとしています。検出用の API は近く公開予定ですが、実装の詳細はまだ詰めている段階だとしています。軽い編集では完全には消えにくく、全文を書き直すと消えるとしています。同じ週に Google は別の取り組みを発表しました。公式ヘルプによりますと、ジェミニアプリの生成物には設定が増えました。画像、動画、音楽の目に見える透かしをオンオフで選べるようになったということです。ジョシュ・ウッドワード氏は X で動画編集ツールのフローにも同じ設定を導入すると述べています。Google 公式の X アカウントは数日かけて順次展開するとしています。ただし、目に見えない透かしのシンス ID と来歴を示す C2PA の情報は残ります。設定に関わらず必ず残るとしています。インドと韓国、ベトナムでは Google、AI ウルトラの契約者しかこの設定を使えません。職場や学校のアカウントではこの設定自体が使えません。設定で変わるのはどの部分なんですか？変わるのは目に見える表示だけだとしています。目に見えない透かしと来歴の情報はそのまま残るという設計です。法律で表示を義務付けている国ではこの設定は使えないとも述べています。昨日の特番で実機検証したクエン 3.8、27B はアリババのクエンシリーズの一つです。ブルームバーグが15日、そのクエンシリーズについて報じました。直近6ヶ月で世界で30億件を超えるダウンロードを記録したとしています。一方、Google とメタの数字はハギングフェイスが14日に公表した集計です。ブルームバーグがその2026年の数字を引用しています。Google が4億1800万件、メタが2億2700万件だとしています。アリババは460以上のモデルを公開しているとブルームバーグに説明しています。そこから30万を超える派生モデルが生まれたとしています。30億件というのは何を数えた数字なんですか？モデルファイルが取得された回数で、利用者の数そのものではないとしています。集計期間も、クエンは直近6ヶ月、Google とメタは2026年と揃っていません。そのため、単純な倍率では比較できません。最後は、AI を支える電力の話題です。ブルームバーグが12日、調査会社ウッド・マッケンジーの試算をもとに報じました。アメリカ国内のデータセンター向け電力の申請は合計で1066ギガワットに上るとしています。ウッド・マッケンジーの試算では確約できる電力は全体の 28% にとどまる見通しです。残りのおよそ7割、768ギガワット分は実現しない見通しだとしています。ウッド・マッケンジーは複数の電力会社への重複申請を主な要因と見ています。高速力のない申請を開発事業者が同時に出しているためだとしています。実現しない申請が多いと何か困ることがあるんですか？ブルームバーグは送電網の設備投資計画が過大な需要を前提に歪みかねないと指摘しています。そのコストが電気料金の値上げという形で利用者に及ぶ可能性があるとしています。実現可能性の低い申請をどう精査するかはまだ制度として固まっていません。今朝は AI 生成物の透明性をめぐる2つの異なる設計が同じ週に並びました。見えるか見えないかで受け止め方も変わりそうですね。続報は追ってお伝えします。お相手はミナとミントでした。日曜日の今日はゆっくりお過ごしください。